母の介護を手伝ってほしいから息子と娘を交換してほしいと、不倫が発覚し離婚をした元妻の京香が言ってきた。僕は彼女に勝手すぎるとそう言う。しかし悪びれもせず京香は、だって大変なのよと言った。息子の友樹をいらないと言い、娘ばかりを可愛がって悲しい思いをさせたくせに、今さら自分が困ったからといってそれはないだろう。友樹だってどうせろくな生活をしてないんでしょ。昔から不器用でどんくさかったんだし、だから介護でもして社会に役立つべきよ。お荷物を引き取るって言ってるんだからいい話でしょと彼女は呆れた主張をする。お荷物と僕は首をかしげた。お前知らないのか。僕がそう言うと京香は目を丸めるのであった。僕の名前は木下聡。サラリーマンとして働く35歳だ。僕には双子の子供と妻がいる。双子が生まれ父親になった時、息子と娘があまりにも可愛くて、僕はこの子たちのために尽くし、いい父親になろうと誓った。二人に同じだけの愛情をかけ、健やかに育ってほしいとそう思ったのだ。しかし妻の京香は違った。男の子なんて欲しくなかったのに、二人とも女の子がよかったわ。そう言って彼女は不満そうな表情をするのだ。京香は昔から女の子を育てるのが夢だったそうで、妊娠中、まだ性別もわからない時期から女の子の服や小物を買い漁っていた。その時はまだ性別も決まっていないのにと思いながらも微笑ましく思っていたのだが、しかし彼女は本当に息子のことは娘のおまけもしくは間違って生まれたとしか思っていないようだった。自分のお腹を痛めて産んだ子なのに、彼女は二人を平等に見れないらしい。だから京香は明らかに娘の桃江だけを可愛がっていた。二人が幼稚園に上がった時は桃江にはお祝いとしてプレゼントをあげたり、人形などのおもちゃを欲しいだけ買い与えてあげている。それに対し息子の友樹には何もなく我慢を強いた。男の子なんだから我慢しなさい。そう目をつり上げて叱るたびに友樹はうつむく。僕は寂しそうな友樹を不憫に思い、こっそりおもちゃを買い与える。しかしおもちゃを買い与えても友樹は一人でこっそりと遊ぶしかなかった。僕が仕事から帰ってくると京香は桃江と一緒におままごとをして遊んであげている。桃江としか遊んであげない京香。友樹は一人部屋の隅っこで寂しく絵を描いている。そういうことが日常茶飯事であった。双子が小学校に入学するとさらに二人の扱いの差が開いていく。桃江は要領がよく、勉強も運動も器用にこなせる子だった。一方、友樹はマイペースな性格もあり、勉強も運動も周囲の子より劣っている。京香はここぞとばかりに桃江を褒め、友樹を叱りつけた。桃江と比較して、友樹は何をやらせてもダメ、本当に出来損ないね、とけなすのだ。さすがにそれはないだろうと僕は京香を叱った。いくら自分の子供であり、それが事実だろうと本人を前にして言うのは間違っている。友樹がどんな気持ちになるかを言い、平等に接するよう強く言った。しかし京香は、あなた分かってないのねと言い、そうやって甘やかすともっとダメな子になるのよと言う。あなたが落書きのような絵ばっかり褒めるから、いつも汚い絵を描いているじゃない。勉強もしないでそればっかり。あなたが甘やかした結果よ。京香はそう反論し、僕の訴えることなど聞き入れようとしなかった。友樹は自分ばかりが叱られていることですっかり自信を失っていたが、僕はママが言うみたいに勉強や運動ができなくたっていいよ。お前にしかできないことがきっとある。だから自信をなくさなくたっていいんだと友樹に伝える。お前は悪くないよ。パパは友樹の味方だからな。僕だけはずっと友樹の味方でいようとそう強く思うのであった。そうして双子たちが中学に上がると
桃江は京香と一緒になって友樹をバカにするようになった。桃江は、あんたみたいな地味な弟が同じ学校にいるだけで苦痛なのよ。あれが桃江の弟って笑われるたびに学校に行きたくなくなるんだから、いっそのこと不登校になってくれればいいのに。と友樹に言うのだ。その言葉を受けた友樹は反論することなく小さくうなずいていた。僕は友樹に言ったことを謝りなさいと桃江を叱る。しかし京香が割って入って桃江は被害者なのよとそういうのだ。桃江がこんな風になってしまったのは京香のせいだ。彼女が友樹をずっと見下していたせいである。ある意味桃江も京香の被害者だった。桃江まで友樹をないがしろにするようになって、この頃から友樹は部屋にこもりがちに。学校には通っているが、夕飯の時間以外はずっと部屋にこもっている。休日出かける時も僕が声をかけても行かないという。部屋から出てこようとしなくなってしまったのだった。そんな友樹に頭を悩ませていたある日、妻京香の不倫が発覚した。しかし京香は開き直った風で、うだつの上がらないあんたよりもいい男を見つけたのよという。離婚してちょうだい。京香はそうきっぱりと言った。僕は突然のことに驚いて頭が真っ白に。彼女は、あんたに似た出来損ないの息子はあげる。可愛がってたものいいわよねと笑いながら言った。桃江は、友樹ばっかり構うパパよりママの彼氏の方がイケてるからそっちに行くという。おじさんはパパよりも欲しいものを買ってくれるしと桃江は言うのだ。どうやら不倫相手と面識がある様子である。そんなことを全く知らなかった僕は落ち込み、そうして離婚を承諾した。自分の不甲斐なさ、気づけなかった悲しさで力を奪われ、僕は慰謝料の請求などせず、すんなりと京香の申し出を受理したのだ。できるだけ早く縁を切りたい、そう思いながら。二人が出て行って友樹と二人暮らしが始まると、友樹は夕飯以外でも部屋から出てくるように。今までだんまりだったのが会話をしてくれるようにもなった。僕は今まで辛い思いをさせてすまなかったと友樹に謝る。京香や桃江の嫌味や嫌がらせを止められなかったのは僕の責任だ。父親なのに息子を守れないで僕は父親失格だと頭を下げる。しかし友樹はそんなことないよとそう言ってくれた。仕方がなかったんだよと彼は苦笑いする。僕は勉強もできないし運動も全然ダメだから、母さんや姉さんに言われるのは仕方ないと思っていたんだ。友樹はそう言って、それに母さんが姉さんにするみたいに過干渉にならなくてよかったと思ってるとそう笑った。姉さんは母さんの影響をもろに受けてたからね。自分の考えややりたいことを全部母さんに塗りつぶされちゃってたんだ。そうだったのか。うん、姉さんは姉さんで大変なはずだよ。僕は桃江に対しても申し訳ない気持ちになった。けれど友樹は、父さんは毎日僕たちのために一生懸命働いてくれてたんだし、仕方ないよ。と大人びたことを言う。でもおかげで僕は自分のやりたいこと、できることを見つけることができたから、今思えば放っておいてもらってよかったんだなって思うんだよね。父さんが言ってくれた僕にしかできないこと、それが見つかったんだ。と友樹はそう言う。僕は友樹のその言葉に救われながら、自分がやってきたことは間違いばかりでなかったことにほっとした。少しでも彼に夢や希望を持たせられて本当に良かったとそう思ったのだ。なあ友樹、お前にしかできないこと、お前がやりたいことって何なんだ？僕がそう言うと、友樹はと腕を組んだ。そうして、もうちょっとしたら教えるよとそう言う。僕は分かったとうなずき、今は無理に聞かない姿勢をとった。友樹が自分のやりたいことを見つけたと聞いただけでも僕は嬉しかったのだ。それから数日、リビングで夕飯を済ませ、
食器を2人で片付けていると、ともきが、僕ね、ずっと絵を描いているんだけど、最近描き出した絵が完成したんだ。と言う。僕はそうなのかと言い、ともきがやりたかったことというのは絵だったのだと知る。へえ、見てみたいな。と言うと、ともきはいいよと言って、絶対に誰も入れなかった部屋へ入れてくれた。これ全部お前が描いたの？うん、全部僕が描いた絵だよ。ともきの部屋にはたくさんの絵が飾ってあった。過去に描いたものもあるのだろうが、どれも壮大に見える。色使いも独特で迫力があり、中学生が描いたとは思えない素晴らしい絵ばかりだった。僕はともきの絵に感動し、これはすごい。ともき、すごいじゃないか。と、心の底から称賛を彼に送る。するとともきは、えへへ、とはにかみ、目をキラキラと輝かせた。京香が桃へしか構わなかった時間。その時間をともきは自分の才能に当てていたのだ。彼は黙々と絵を描き、自分の未来も描いていたのだった。父さん、僕さ、美術系の高校に進学したいんだ。僕にしか描けない絵をもっと描いていきたい。どんなにけなされても、なじられても、学校に行くのをやめなかったのは、そういった夢があったからなのだという。ともきは自らの夢を語り、僕は感動してしまった。わかった。父さんは応援するよ。ともきがやりたいことを自由にやってほしい。僕にも新たな夢ができた瞬間だった。ともきを応援すること、それがもっと明確なものとなる。僕は彼への応援と支援を惜しまないことに決め、彼のためならいくらでも金を出そうと思った。父さん、本当にありがとう。ともきの成長が楽しみだと素直にそう思うのだ。美術系の高校に進学したともきは、水を得た魚のようにどんどん成長していった。学校で絵に磨きをかけ、才能をさらに覚醒させていったのだ。次々にコンクールで賞を受賞し、瞬く間に彼の名が広まった。怒涛のような勢いで新聞にも載るほどである。とある日、僕は出来心でともきの絵を写真に撮り、その画像を SNS に載せてみた。すると見事に大バズりし、驚くほどの反響を呼んだ。神童だ。すごい才能の目の当たりにした。など、一気に称賛の言葉がリプライされる。画家だという人や海外の人間からもいろいろな言葉が届いた。ともきにそのことを言うと嬉しそうにしている。今まで京香のこともあり、褒められることが極端になかったともきは、今すごく生きている気がする、と喜びに頬を染めるのだ。そうしているうちに有名な雑誌の編集者からメッセージが届いた。ともきの絵を特集させてほしいとのことで、僕は驚いて叫んでしまう。ともきにどうするか尋ねたところ、いいよとのことで、その申し出を快く受ける。後日、取材を受け、書店にともきの記事が載った雑誌が平積みされたのだった。自分の才能で道を切り開いていくともきを僕は誇らしく思った。京香は勉強と運動ができなければ出来損ないだと言ったが、まるでそんなことはなかったのだ。それから6年という月日が流れたある日、京香から連絡が入った。もう連絡してこないでねと彼女がそう言ったのに、それを破って連絡してきたのはどうしてだろう。離婚してから一度も連絡がなく、娘の桃江にすら会わせてもらえなかったのに、なんとなく嫌な予感はするが、無視することはできない。桃江のことも気がかりだったし、僕は彼女に折り返し連絡をする。すると彼女は話があるから会いたいと言ってきたではないか。僕は仕方がなく喫茶店で待ち合わせることにした。数年ぶりに会った京香はげっそりとやつれ、別人のように老け込んでいる。もともと美容意識が高く、一緒に暮らしていた頃は高い化粧品を使い、いろいろ気にしていたのに、どうしたのだろう。僕が京香の変貌に驚いていると、彼女は小さくため息を吐き、事情を話し始めた。彼女によると、京香の母親が大病を患い、介護が必要な体になってしまったのだとか。
毎日の介護で疲労困憊だという。娘の桃江は高校受験に失敗しぐれてしまったそうで、現在は家に寄りつきもしないと京香は忌々しそうに言った。なんとなく京香が桃江を追い詰めたのではないかと思ったが、僕は黙って聞くことにする。再婚した旦那だが、数年で彼が不倫をし、現在も離婚調停中なのだそうだ。完全に家庭崩壊を起こした京香たちの話を聞いて、僕はため息が出た。京香は悲壮感いっぱいに、母の介護を手伝ってほしいから、息子と娘を交換してほしいという。はぁと僕は思ったが、彼女はこう続けるのだ。私も倒れちゃうわよ。美容すらできないし、もう無理なの。何を言ってるんだ。そんな理由はないだろう。僕が彼女に勝手すぎるとそう言うと、悪びれもせず、京香はだって大変なのよと言った。友樹のことをあれだけないがしろにしておいて、いらないと言ったのは自分なのに、今更自分が困ったからと言って、それはないだろう。友樹だってどうせろくな生活をしてないんでしょ。昔から不器用でどんくさかったんだし。だから介護でもして、社会に役立つべきよ。お荷物を引き取るって言ってるんだからいい話でしょ。と呆れた主張をする京香。僕は無表情に、お前知らないのかと彼女にそう言う。すると京香は、何がと首をかしげた。友樹のことだよ。ニュースや雑誌の記事とかで見たことないのか？はあ？何よそれ。あの子犯罪でもしたの？僕は小さく息を吐くと、友樹はアート留学でアメリカにいるよと彼女に言った。京香は目を丸め、どういうことと叫ぶ。友樹は高校時代に数々の賞を受賞し、ニュースや雑誌にも取り上げられ、その名を知られるような存在になっていった。高校時代には夏休みの期間を利用し、短期のアート留学にも参加していて、グローバルな活動もしていた。そんなこともあり、アメリカの美大に推薦で通えることになったのだ。友樹が掴んだチャンスはとても大きいものだった。すでにあちらで個展も決まり、この夏僕はそれを見にアメリカに行く計画も立てている。そんな優秀な子を京香の言う通り、介護要員にするだなんて、僕だけでなくいろいろな人が口を挟み阻止しようとするだろう。もう彼は立派な画家なのだ。僕はきっぱりと介護を手伝うのは無理だと伝えた。そしてこれ以上関わろうとするなら、君の不倫や過去友樹にしたことが全世界に知られることになるだろうと、そう釘を刺しておく。京香は真っ青な顔で、そんな優秀な子だったら手放すんじゃなかったと嘆くのであった。それから数年の月日が流れた。噂によると、京香は桃江から完全に見放され、旦那と泥沼裁判の後、寂しく一人暮らしているらしい。貧乏になり、美容はおろか生活に困っていると聞いた。娘の桃江とはたまに連絡を取り合っている。京香の呪縛から逃れた後、一人たくましく生きている桃江。彼女は僕や友樹に謝罪し、今では良い距離感で関係を築いているように思う。海外留学から帰ってきた友樹は個展を開けば即完売するほどの画家になっていた。あまりの人気に父親の僕が驚くくらいだ。友樹の絵を欲しがる人は世界中におり、かなりの額で取引されているという。今回開催されている個展に顔を出すため、僕は会場へと向かった。人で賑わう会場には華やかだったり暗い色彩だったりする絵が大小いろいろ並んでいる。友樹の絵を眺めていると肩をトントンと叩かれた。振り返ると友樹が笑顔で立っているではないか。わざわざ来てくれてありがとう。彼は嬉しそうな顔だ。そうして見せたい絵があると言って僕にこっちへ来いという。僕が友樹の後ろをついていくと、会場の裏、黒い暗幕で覆われたこじんまりとした部屋に通された。ここは予約をした人でないと入れない場所らしく、中央には大きな絵が飾ってある。柔らかなタッチと激しいタッチが混じった絵で、中央に男が描かれていた。これは、まじまじと絵を見ているとタイトルが目に入った。
そこには父親という文字があるではないか。これは父さんへのプレゼントだよ。世界で一つしかない僕から父さんへの贈り物だ。友樹はそう言って、ずっと僕を信じてくれてありがとうと微笑んだ。僕は感動のあまり言葉を失ってしまった。今の僕があるのは父さんが僕の才能を信じてくれたからだよ。僕は父さんの息子でよかった。立派な大人に成長した友樹を見て、僕は不覚にも涙を流してしまった。これからも息子を信じ、そしていつまでも彼の味方であろうと、僕はそう思うのだ。